今日は電子音を多用する音楽ジャンルテクノポップのスタイルを解説するよ。 V4.5 プラスでいろいろと曲を生成してみたけど、プロンプトの効果は V4.5 と大差はなさそう。だからスタイル解説は特にやり直さず V4.5 と同じ流れで引き続き進めていくよ。今日のテーマはテクノポップなんだけど、これは和製英語だってことから話そうかな。日本では電子音を多用するポップソングを総称してテクノポップと呼んでいるけど、海外ではこの表現は一般的ではない。総称はせず個別のジャンル名で呼ぶよ。スノでもテクノポップではなく正しい名称を使った方がいいね。今日は動画の前半はシンセポップ系、後半はチップチューン系を解説していくよ。電子音を出す楽器シンセサイザーが一般的になったのは1970年から80年代のこと。シンセサイザーをメインにした当時のポップスをシンセポップと呼ぶよ。初期のシンセ音をメインにした曲だから、今の時代だとレトロな感じに聞こえるかな。特に日本のシンセポップのことを日本ではテクノ歌謡と呼んでいるよ。テクノ歌謡は V4.5 までは微妙だったけど V4.5 では良い効果が出るようになった。歌謡曲と同様に O は特殊な文字、 O だと効果が出ないから注意してね。エレクトロポップはシンセポップから派生したより EDM に近いテクノポップ。現代の主流なテクノポップはこれかな。シンセポップほど古さは感じないと思う。フューチャーポップはトランスに影響を受けた壮大な雰囲気が特徴のテクノポップ。エレクトロポップとフューチャーポップはポップの前にスペースがないから注意してね。それじゃこの4種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみよう。記憶
ろなシンセポップ系スタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。シンセの音が現代に近づくにつれて EDM に近い雰囲気になっていったね。ただ少なくともスノにおいては EDM 系とシンセポップ系は大きな差がある。 EDM 系はボーカルと相性が悪くサビがインストになってしまうことが多い。シンセポップ系はしっかり歌のサビを作る。シンセは伴奏に徹してくれる長所があるよ。だからトランス系のボーカル曲を作りたいときはフューチャーポップを使ったり EDM 系の歌物ならエレクトロポップを使う。これはかなり有力な選択肢になると思うよ。それとレトロなシンセポップの音もそれはそれで独特の魅力があったね。現代であえてレトロな音を使う、その発想でできたのがチップチューン系音楽。チップチューンは現代の音楽だけどあえて古い8ビット音をメインにした音楽。8ビット音はピコピコとした電子音。最も有名なのはファミコンの音だね。ビットポップも8ビット音をメインにした音楽。ただビットポップはテクノポップでもあるんだ。8ビット音以外の音も使われるしポップスだからボーカルとの相性もいい。任天堂コアは8ビット音をメインにしたハードコアパンクという面白いジャンル。時間の都合でハードコアパンクの動画では解説できなかったから今回解説するね。任天堂コアは頭文字大文字推奨。任天堂コアだとちょっと効果が微妙だね。それじゃこの3種類のスタイルがどんな曲を生成するか聞いてみようか。手で掴んだ空、風がそっと答えをくれる。光と影の愛を追うよ、迷いの中で夢を見る。わしらが踊る季節の道、記憶のかけら拾い集め、心の中で火を灯せ。わしらが踊る季節の道、記憶のかけら拾い集め、心の中で火を灯せ。暗闇さえもだけ自分で。いろいろなチップチューン系スタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。日本ではテクノポップと総称されるけど実際はいろいろなジャンルで曲調もかなり違う。
ちなみにテクノポップの効果はシンセポップとエレクトロポップの中間くらいだから、テクノポップを作りたい場合は単純にテクノポップを使うのではなく、自分の作りたい曲調に合わせた正しいジャンル名を使うといいね。それじゃまたね。